皆さんこんばんは。今日は国立劇場に来ました。文楽を見ます。女殺し油の地獄です。実は12月の京都南座で愛之助さんの女殺し油の地獄歌舞伎版を見ました。さあこれから文楽ではどう表現されるか、どう歌舞伎と文楽が違うかお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。女殺し油の地獄、レッツゴー。ということで、今話題の AI チャット GPT を使って歌舞伎と文楽の違いを聞いてみました。考えてますを書き出しました。表形式でお願いしています。結果としては歌舞伎、確かに音楽、踊り、演劇が複合されたもの、文楽は人形を操ると。起源歌舞伎は1603年お国歌舞伎です。文楽18世紀成立とありましたけども、江戸時代初期からあったと思います。歌舞伎はすべて男の役、文楽は人形、女性が人形の衣装を作るなどと。そして演目、確かに歌舞伎は古典から、現代の作品まで、ワンピースやファイナルファンタジーまであります。文楽は古典的な物語が多いと、レパートリー限られていると。芸術性、歌舞伎は華やかで豪華。文楽、人形の細かい動きや仕草、衣装の美しさ、音楽の演奏に高い芸術性がある。その通りですね。観客層両方とも年配の観客、年齢層高めと。そして上演場所、歌舞伎は歌舞伎座や国立劇場、文楽は国立劇場や文楽劇場ということで、おおむねチャット GPT 合っています。わかりやすいですね。お疲れ様でした、チャット GPT。今12月京都南座千秋楽の女殺し油の地獄を見て、鎌倉に帰るために慌てて、京都駅まで、来ました。これから新幹線乗って帰ります。やっぱり女殺し油の地獄、不協和音、三味線の不協和音、心を揺さぶる怪しげな音、シネマ歌舞伎、そして女殺し油の地獄、殺しの本の途中で子供が泣く、赤ちゃんが泣く、そして最後は犬の鳴き声に追い立てられて、で与兵が去っていく。こんな劇を満員の聴衆の前で演じていいのかという愛之助さんの熱演でした。そしてお吉をやる高太郎さんも熱演でした。ただ本当になんで、殺さなくちゃいけないのかという理由がやっぱりよくわからない、このニヒリズムの世界です。2代目の、我が息子、そして、親も非常に甘やかす。妹は途中兄に言われて、病気のふりをしたことを詫びるということで、でもこの甘ったるい自己中心の世界の中で、まるでスタンリー・キューブリックの世界のようなシャイニングのようなシーンもありましたし、本当に不条理のでもなぜか美しいという、外人もものすごい集中して見てました。新幹線が見たんで、来ましたので、今日はそろそろ失礼します。いいねやチャンネル登録してくださると嬉しいです。それではこれからも和を楽しみましょう。じゃあ今日は京都からこれから鎌倉に帰ります。それではまた。今女殺し油の地獄の後半、手島屋の段が終わりました。なるほど、こう描くのか、人形だとこういうふうに描くのかという感じです。実はもともとこの近松門左衛門が生きていた江戸時代、享保の頃というのは実は歌舞伎の人気が下火になって、で
文楽の人気の方があったそうです。ちょうど近松門左衛門も坂田藤十郎がいる時は2人で組んで、近松門左衛門も彼のために歌舞伎の演目を書いてましたけども、その後はもう文楽専属になりましたと。確かに見てみると文楽の場合はこれ役者に依存しないで、人形なんで、若い男、美しい女、自由に描けます。そして当たりが畳みかけてすごいですね。特にこの最後の油の中で、2人で争う姿、いやもう畳みかける三味線と、そして義太夫の語り、こうだとやはり作者としては自分の理想のシーンが描けるということで、近松は文楽の作に専念したのかなと思います。与兵衛が不義になって貸してくだされというところも歌舞伎と同じでした。その後小刀を見せる、そして、それで油を注いでいたお吉がそれに気づく。で文楽の方は争う前半で与兵衛がお吉を2回刺しました。お吉の胸を刺しました。お吉は髪を乱して逃げる。そこから油をぶちまける、投げる、そして帯を解かれるというシーンでした。その後人形がスーッとまさに人形使いの方々が体を張って本当に舞台の真ん中から端までスーッと素早く人形を動かして油を表してました。とはいえ歌舞伎であれをあの油のシーントクトクトクという音を出したり、または三味線でトゥ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 というようなところは、歌舞伎の方が改良されてるかな、迫真の部分は改良されてるかなというふうにも思いました。最後も与兵衛大きく足を振ってかけて逃げていきました。さあ与兵衛はどうなるかというところで、いつも歌舞伎も文楽も、こんなに悪が勝ってしまっていいのか、ニートの男がニヒルに金を奪ってそのまま逃げてしまっていいのかというちょっと心のわだかまりが残ります。その後、近松の作ではお吉が死んだ35日後に与兵衛が捕まると、悪事がバレるという話でオチがついています。ということで今日は国立劇場で女殺し油の地獄文楽版見ました。その前に12月で歌舞伎版愛之助さん版も見てるんで、私なりの比較もしました。ただこれは私の個人的な意見なんで、もっと文楽を数々見てる方は深い見方ができるんだと思います。もし気に障ったらお許しください。ということでいいねを押してくださると嬉しいです。もし感想文楽はこうだと、こんなところがいいんだと、歌舞伎もこんなところがいいという話があったらぜひお書きください。ぜひ概要欄にコメント感想お書きください。それでは、歌舞伎文楽、そして今度お能も見る予定です。仁左衛門さんの一世一代亀山鉾の最終日千秋楽に向き予定です。いろいろお届けしますので、ぜひ YouTube これからもご覧ください。それではこれからも和の旅を楽しみましょう。今日は女殺し油の地獄でした。それではまた。